はめるとこんな感じ。きたー！ジグソーチャンス！やっちまった案件発生です。これもドキュメンタリーやからっつってゴリ押ししていきますよ。特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パーチでございます。今日も改造していきますよ。今回のターゲットはフォーゼドライバー。フォーゼがデサグラに来たーということでね、参戦していただきます。このフォーゼドライバーってデザインが素晴らしいでしょ。だからこのデザインをできるだけ壊したくないなと思って、例えば真ん中でモニターとか半分に切ってこう両側につけるとかね、モニター生かしでこの2つのスイッチ捨ててこっちだけをこうつけるとか、いろいろ考えたんですよ。でもやっぱこのデザイン性をね失いたくないわけですよ。すごく印象が強いので、フォーゼといえばこれでしょ。やっぱスイッチ4つあってのフォーゼだと思うんですよ。だからいろいろ考えて、今回はね、まさかのこうだびっくりしたでしょ。パウチ正気かよって思ってるリクエストたくさんいただいてました。うずらのタフォーゼがデザグラに参戦です。じゃあ早速やっていきましょうか。もうほぼこのままなんですけど、ちょっとでもやっぱ小さく見せたいなっていう思いがあって、だからレジェンド変身ベルトシリーズの方がちっちゃいからそっち使うのもありかなと思ったんですけど、あっちスイッチの交換できないでしょ。やっぱスイッチの交換やりたいわけですよ。でもこれだとやっぱでかすぎるから少しでもちっちゃく見せたいということで、ここのパーツがないと少しスッキリするんじゃないかなと思うので、ここをまずハンダゴティングしていきます。こう見てる感じだと特に配線とかも問題なさそうなので、ザクッといっちゃいます。フォーゼといえばこのドライバーも衝撃的だし、とんがり頭も衝撃的なんですけど、なんつっても第1話の変身ね、あれ度肝抜かれたね。めっちゃかっこよかった。でそっからオリオン座との対戦に突入という、いきなり最初の敵が結構でかいからマジかと思ったら意外と弱かったんですよねいや僕ね、友達少ないからね、フォーゼがああやって友情とかダチとか言うて友達を増やしていく感じがね、結構羨ましかった。俺マジでほぼ友達いないからね。こんな感じで中丸見えですけど、ほらちょっとスッキリしたでしょ。一つ部品削るだけでだいぶ印象違いますね。このパーツはどっかに使えたら使います。でここを整えていきましょう。そういえばいつも使ってるニッパーのね、この持ち手のカバーがもう割れちゃって、ここも穴開いて中からニッパーが突き出てね、ここに当たって痛かったんですよ。だからこれもやめて、前使ってたニッパーなんですけど、最近使ってたこのニッパーは今こうやってね、工事中というかね、皮を巻きつけて接着剤固めてるとこなんですよ。こういうちょっとしたカスタムもね、愛着につながるから。まあこの穴は後で考えます。で、今回の認識ピンは、このレジェンド系の押すタイプでいこうと思います。今回尊い犠牲になってくれるのは、ツーサイドライバーさん。またクレーンのジョーさんが暴いてくれたやつによると、今回は1個削って2つ足す。こことここ。カッターナイフで綺麗に。これそういえば最近グルーガンでモリモリっとしてピンを作ってるでしょ。じゃあ穴開ける必要ないやんって思いません？この理由はね、グルーガンを中に入れて引っかかりを作ってるんですよ。上にくっつけるだけだと吸着力が弱いからスポッて取れちゃうんですよね。まあそういう理由です。穴にしっかり入るようにブリブリブリ、固まりきらないうちにペンチでキュッキュッキュッと挟んで作っていくんですけど、ちょっとカメラから外れても復活。アングルに戻りましたけど、もうピンは完成しちゃってますね。ごめん。さあどうだ、いってらっしゃい。しゃー、オッケーオッケーオッケー。じゃあこれをくっつけましょう。いらん部分はまず取りましょうね。ちなみにレイズバックル提供は湘南砂漠さんです。ありがとうございます。位置的にはこんな感じかな。で、まっすぐつけるんじゃなくてちょっと浮かせたいんですよね。なんとなくこの液晶が完全に水平とならなくてもちょっと見やすい感じでやりたいなと思っていて、だから電池蓋にくっつけ、これどう、いやちょっとくっつけんの今回むずいのかな。もしかしてフォーゼドライバーほとんど加工しないから今回楽勝じゃねと思ってたけど、ちょっと時間かかるかもな弱腰は良くないぞ。とりあえずちょっと切り込み入れてみよう。こんな感じで半円パーツもつけるから、まあこれでいいかな。そっか、じゃあここちょうどこの辺のこのくぼみんとこですね。ここにちょっと切り込みを入れてみよう。フォーゼーテレテレテテテフォーゼーテレテレテテテ、こんなもんかな。これで、あ、こっちもこう切らなあかんね、これね。っていうか一回外せや。こんなわざわざドライバーに刺した状態で。いや、やっぱ切れ味悪いな。そらそうやな。これがダメになったから新しいの買ったんやもんな。でももう一回見せるけど、こうや。見たことないやろ、こんな形状のもの。これで、突き抜けました。ここ接着しちゃえばいいはず。電池蓋が閉まらない。なんでや。あ、そっか。出すぎると閉まらないのかい。閉まらないのかい。おい。おい。あ、閉まった。あ、いけますな。で、今回これ縦やからグリーンってならないだろうと思ってたんだけど、やっぱなりましたね。なので、ここを動かないようにネジ止めします。ネジっつったりビスっつったりややこしいね。ごめんね。僕の中では同じ意味で使ってます。ネジを止める箇所に軽くハンダゴテで穴開けます。あれ、めり込みすぎたね。戻ってこねえ。ちょっと待ってくれ。がっちりホールドしすぎたな。
あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあまず少量のグルーガンをつけて実際にはめてみて、オッケーっぽいですね。これでここをガチガチに固めちゃいましょう。ちょっと電池蓋が当たって少し斜めになりますけど、まあこれは全然影響なしだと考えます。よっしゃー。あ、ちょっと外向きすぎてる。これは良くない。そっか。角度調整必要ですね。あー、そうするとここの引っかかりが甘くなるな。あー、どうしよう。もう、あー、グルーガンが。やっちまった案件発生です。どうしようかな。ここの微調整か。ちょっと待って。ここに来て、急激にやっちまった感出てきてんけど、どうしようかな。角度を浅くすると、レイズバックルと電池蓋の引っかかりが弱くなるので、安定させるのが大変なんですよ。角度大事ですからね。北岡弁護士も角度大事って言ってましたから、写真撮る時の。草加くんもね、自分の角度を持ってますから。自分の角度を持ってるってかっこいいな。なんか言ってみたいな。でもちょっとバカっぽい気もするけど。だから言わねえな。グルーガンに救われ、グルーガンに邪魔され、グルーガンに支配される、それが改造だ。めんどくせえ。そんなにくっつかんでええやん。よーし、固定されました。でか。でね、次はこのレバーにも一工夫したいわけですよ。調整動画に飽きてきたところで、ちょっと行ってみようか。ジグソーチャンス。今回は丸残したやつです。バキンつったぞ。なんか中に入ってる？なんか、ネジか。ネジに当たったか、今。うほー、スリル満点。いや、ここ無理やな。多分手でいこう。よし。ニッパーが届かないところはハンダゴッティング。よし。よし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 、いった。で、このレバーをこんな感じで、まあレバーをひねれるようにしたいんですけど、立体的に見せたいから、やっぱこういうのよりも、こういう感じなんよね。そうやな。やっぱこうかな。こうだとここが当たっちゃって削らなあかんもんな。ここでさっきのパーツが目に入ってね、合わせてみたらなんかいい感じ。なんかこれでくっつかへんかな、このパーツをかまして。あ、なんかいいかも。これちょっとやってみよう。はい、くっつきました。これでこんな感じでちゃんと動きます。よし、じゃあここから半円パーツ作っていこう。マスキングはここ、マスキングはね、ビーズのやつにしたいと思います。だから黒のままでいいです。じゃあ塗装していきましょうか。ここ半円パーツはレジンで複製して作っていきますよ。さあ、半円パーツですけども、実はまだ今改造前です。あらかじめ作っとこうと思ってカメラ回してます。このレイズバックルの半円パーツが非常にかっこいいんです。モジュール感があります。なのでこれを取り入れたいと思うので型取りします。このパーツもね、使いたいんですよ。まだ改造前やからどうなるかわからんけどね、多分いけると思います。型に使うのはお湯丸。これチェーンソーの時に刃を複製したやつですね。熱湯注ぐ。いってらっしゃい。長いな。普通にハサミで切れますよ。熱湯3分。よし。きた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 。もう力でグイグイ押していくんだよ。型取らなあかんからね。そらパワー勝負です。これももう手震えるぐらい押してるから。で、僕が使ってるレジンは2つの液体を混ぜて使うタイプです。分量も決まってますのでちゃんと測りましょう。これは気合い入れてしっかり混ぜましょうね。レジンを流し込むのが至福のひととき。よう混ぜたーっていう達成感もあるしね。いやー疲れた。溢れないようにしっかり見ながら量を加減しましょう。1日乾燥してこの翌日から改造を始めました。もう全部固まってます。溝もしっかり出てます。あ、めっちゃ綺麗。やば、やば、やば。めっちゃ綺麗。あ、これも無意味に複製して持っておきたいやつ。この後いろいろ複製しました。完全趣味枠。よし、あとはディスクグラインダーで削っていこう。お湯丸の型が完璧じゃないから、レジンがちょっとはみ出ちゃってるとことかね、バリとかいろいろあるんですよ。そういうのを綺麗に削っていきます。当然削りすぎたらもう後戻りはできません。なので慎重にいきましょう。この半円パーツもなんかもうちょっと綺麗にできると思ってんけど、結構ボコボコしてて、まあ手直しが大変でしたね。でもその分愛着湧きますからね。この上に来るパーツは今回初めて複製してみましたけど、いいもんですね。はい、こんな感じで複製パーツも整いました。まあ半円はちょっと汚い、正直ね、それは認める。でも大丈夫でしょ。このまま行きましょう。これもドキュメンタリーやからっつってゴリ押ししていきますよ。で、半円パーツ。まずこれはこうですね。で、ここがね、ぴったり収まるんですよ。素晴らしい収まり具合。で、このパーツでね、ガチンとこう挟んでる感じにしたいんですよ。で、例えばこっち側にもバックルをはめた時に、ここ、やっぱ邪魔にならないね。いけるいける。ここまでガチンとはみ出ちゃって、こんな感じでガチンとここまでもうはみ出ちゃうのがいいと思います。こっちはこっちで、こうですね。グルーガンいってみようか。どんな感じやろうな。ガチンといってボコンと。どうだこんな感じ。これで固まれ。まあこうやってグルーガンで止めるだけ止めていって、どうしてもやっぱ支えられないなっていうところはなんかパーツ足すわ。それでいこう。まあなんとでもなるさ。俺はあんまり完璧は求めてないからさ。なんとでもなるよ。ここもちょっと溶かして、おー、すごい雨降ってきた。雨好きやねん俺。なんか気持ちよくない見てて。
じゃあここにもグルーガン塗ってガキョンとつけちゃいましょう。あ、意外といい感じ。割とうまい位置に配置できたかも。すっげえバランス良くない？急にかっこよくなった。やば。でもう一個パーツが残ってるわけですよ。これね、まあまあここにまっすぐこう来るんよね、通常はね。だからもうそのままでいいか。ここにはめちゃおう。はい、ブリッといこう。ほい。でん、くっつきました。はめるとこんな感じ。いけるか。あ、反応しないね。そっか。ここもうちょっと調整が必要やね。でも調整すんのもさ、なんか健吾くんみたいでよくないこれに限っては調整が結構嬉しい。はい、そんな感じで前半はこの辺にしたいと思います。でね、ここの半円のデザインをね、いくつか悩んでるんです。皆さんのアイデアもお借りしたい。僕今のところ1位なのは、玄太郎くんのカバンと靴のファイヤーパターンに友情っていう文字、あとは地球、フォーゼのスーツのこの黒い網網の線とか、いろいろあると思うんですけど、なんかアイデアあればぜひコメントで教えてください。で、この透明部分の色合いもね、どうしようかなっていうところです。透明の方がなんかかっこいい気もするし、でもやっぱり塗ってスペースシャトルっぽくなのかな、それかこのフォーゼドライバーの青色に合わせるとか、いろいろあると思うんですけど、ぜひ皆さん何か思いついたらコメントで教えてください。そして後編はこれを完成させるだけではございません。ID コアもやります。そしてね、この空いてる反対側にね、もう一個バックルを作っていきたいと思います。まあ多分簡単工事で終わるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとやってみなわからんけどさ、もうね、レイズバックルに採用したいもの決まってるんです。じゃあ最後に一瞬見せて終わりにしようか。じゃあここまで皆さんご視聴ありがとうございました。パウチでございました。今回の改造もまだ途中やけどよかったなっていう方はぜひグッドボタンとチャンネル登録で僕パウチを応援してください。じゃあ後編の動画でお会いしましょう。ありがとう